こんにちは、よもぎ屋の中村です。今日は焼き杉をやります。はい。で、焼き杉は日本の伝統的な外壁の仕上げ方法の一つで、杉の板を焼くことで虫も食わなくなるし、腐らなくなると。で、耐用年数が4、50年あるらしいですね。で、北海道だと全然見ないんですけど、岡山の方とかあっちの方行くとよく見られるそうです。僕もなんか旅行で行った時に本当に焼き杉あんだなと思って感動した覚えがあります。で、僕は焼き杉はその前、お客さんのお店のドアですね、そのドアを焼き杉で作ったっていうことはあるんですが、今回外壁、小屋の外壁全部焼き杉でやるっていうプロジェクトがあって、で今それを焼くところです。なので燃えてもいい格好をしています。はい、ではよろしくお願いします。溝ついてます。でこれは相ジャクリといって、こういうふうに重ねて貼るようにこの溝をつけています。で焼き杉する上ですごい重要なのが木材が乾燥しているっていうところですね。で僕も一回試しにこれ製材してもらってこの溝をつけて1週間天日というか自然乾燥ですね、こういう、木と板と板の間に木を挟んで、上にブルーシートをかけて風通しがいいような状態で1週間乾燥させた状態で1回焼いてみたんですけど、やっぱり全然うまく焼けなくて、で今回それからさらに2週間なので、3週間自然乾燥させた状態でさっき焼いてみたら結構綺麗に焼けました。なのでもしも製材してもらってまだ濡れてる状態だったらやっぱ3週間ぐらいは乾燥させた方がいいのかなというふうに思います。外壁の基本は、木裏、これが樹脂に近い方で、こっちが木裏といって芯に近い方ですね。で、外壁の基本は木裏、芯に近い方を外側表面に向けます。なので、木裏をこっち側が外側になって、これが、家側、室内側になるよというふうにします。なので焼き杉の三角形を作るときは木裏を内側にして三角形を作ります。こういうことですね。でさらに気をつけたいポイントは、この相ジャクリをしている時にこの表に出るここの書いてるちょっと少ない部分、ここってすぐ燃えてボロボロになっちゃうんですよ。なのでここをカバーするように三角形を組みます。なのでこれが例えばこういうふうに組んじゃうと、ここってすぐ燃えるじゃないですか。なので、これを組むときはこうやって組むってことですね。こうやって組めばここは、直接火が当たりにくくなるので角が燃えづらい、すぐボロボロにならないっていうことですね。なのでこういうふうにこの角を、木で重なる部分に持っていくように三角形を作っていきます。で、締めるのは麻紐で縛ります。河川のものだと燃えちゃうので、麻紐がいいと思います。燃えるというか溶けるので。あとこの麻紐も一回水にドブンってつけてください。すると燃えないでくれるので、濡らしてないとやっぱりちょっと燃えやすいですね。はい、こういう感じです。なのでこの燃えやすい角を内側の三角形の直接火が当たらないような方に組むってことですね。こっち側も、これでカバーしているのでここが燃えにくい、こっち側もここが重なっているので燃えにくいという、この三角形の組み方をするように気をつけてください。でこれを、両端と真ん中ですね、真ん中を縛ります。
三角形を作ったらこういうふうに立てて、中に新聞紙を入れて燃やしていきます。で、僕は足場に立てかけて燃やすようにしています。あと大事なのはここですね。下の部分に、下燃えないようにここはコンクリートの平板を置いて、あとは風が通るようにですね、レンガを置いてその上に置くようにしています。そうしないと空気が入っていかないので、すごい煙突効果でこうって空気吸っていくんですよ。なので、空気入るスペースを空けてください。はい、気をつけていただきたいのはここで燃やすんじゃなくて、この中で燃やすってことですね。ここになんか火種を置いて燃やしちゃうと、こっち側がバーって外側燃えちゃったりとかするので、じゃなくて大事なのは中燃えるって話なので、中燃やすってことなので、新聞紙を入れて燃やします。この音分かりますか？これがなんか上昇気流で煙突効果で燃えてってる音です。新聞紙1枚だと燃え切らないので、だいたいこれチラシですけど、2回から3回入れたら燃えるぐらいかなと思います。落ちちゃった。でこれが何枚も焼いても燃えないようだったら、それは火の乾燥が足りないって感じですね。このパチパチいう音、このハゼ音ですよね。このハゼる音がしてきたらもう燃えてきたということですね。中も見えますか？燃えてきてます。もう一枚かな。でこのまま、しばらく焼きます。であと音ですね。このパチパチいう音でどこまで焼けたのかを判断してください。あったあった。すいません、今ゴム手袋どこやったかを探してました。よいしょ。でこれ今押さえてるのはこの空気めちゃくちゃ吸っていくんですよ。で、もうちょっと上燃えてほしいので、ここを押さえてなるべく下の方は風が通るだけにしたいというか、上から空気が入ってほしいという感じですね。
どれぐらい焼けたのかこうやって中身ちょっと開いてみてみたり、いいぐらいで燃えたらこれをよいしょ、いいなと思ったら下に下ろして紐切って水かけて消火っていう感じです。ではもう一枚焼いてみたいと思います。この焼きすぎってただ焼いただけの仕上げと焼いてから磨くっていう仕上げもあるんですよね。あとはバーナーで焼くっていうのも、この三角形で焼くんじゃなくてバーナーで焼くっていうやり方もあります。で僕も一回アスファルトとか焼くバーナー借りてきてやってみたんですけど、めちゃめちゃガス使うんですよ。でなんかなと思って、あんまりにも燃費が悪すぎてちょっとと思って、やっぱり三角形がいいなと思って三角形でやってます。でこっちの方がやっぱり全然アスファルトでバーナーで焼くよりもこっちの方が深く燃えるそうです。なので深く燃える方がすごい燃えたように見えて、切ってみると意外と燃えてないですよね。中まで芯までがっつり焼けるって結構難しくて、だから、表面を大きくしたいなっていうのもあって、やっぱり色が黒くなったぐらいじゃなくてちょっとテクスチャーがあるぐらいの方がやっぱりかっこいいと思うんですよね。せっかく焼きすぎをやるなら。やっぱり下が燃えやすくて上は燃えにくいです。なので長さフルで全部使えるっていうのは結構難しいんじゃないかなと思います。なのでこれも少し長めに製材してもらっていて、で実際現場ではカットしていいとこ取りで使うっていう形になる予定です。
今も結構下燃えすぎてるですね。これやめ時が本当難しくて、上の方がちゃんと焼けてるかどうかって結構難しいんですよね。音で判断するしかないですよね。いいかな。よいしょ。うわ、片目に参っちゃうな。で、焼きムラがあったりとか焼きが足りない部分はバーナーでタッチアップするっていう感じです。はい、さっき三角形で組んだポイントのここですよね。ここが燃えすぎるとボロボロになってしまうので、こういう風にこういう風になっちゃうんですよ。燃えすぎて角がなくなってしまうんですよね。なので、三角形の組み方で内側にしてあげるとこういう風に燃えずに残ります。で、残っちゃった部分は後でバーナーですね、バーナーでここだけちょっと焼くっていう感じです。っていう風にやった方が多分全体的にきれいに仕上がる感じですね。はい、という感じです。あとはもう僕はこれを100枚ぐらい焼かないといけないという感じでした。今日はこんな感じです。三角形包って、新聞紙かカンナくず入れて、あと燃やすだけ。それで焼き杉は作れます。